はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam の1週間限定セールで高評価な作品をピックアップしました。1週間限定セールの期間は8月24日から31日までとなっております。掘り出し物がお手頃価格で手に入るかもしれないのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたの役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速いってみましょう。ラビリビ2016年1月29日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。8173件中 98% の方が高評価。フォロワー数は5577人。価格は2100円が1260円の 40% オフ。主人公はある日突然人間の姿になってしまった元はウサギのウサ耳娘エリナがラビリビ島を探索するメトロイドバニア系の 2D 横スクロールアクション。ハンマーをぶん回して戦う元ウサギのエリナと杖を駆使して魔法を操る妖精のリボンの2人を使用して島のあちこちで大暴れ。可愛い見た目とは裏腹にやり込み要素や実績量が多くやりごたえのある作品になっています。難易度選択もできるのでライトに遊ぶこともできますが、あまりハマりすぎると険しい道のりになるみたいです。ハマる人はとことんハマる作品。ラビリビは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。シン・オブ・ザ・ソーラー・エンパイア・リベリオン2012年6月13日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。8361件中 93% の方が高評価。フォロワー数は52925人。価格は7200円が2520円の 65% オフ。銀河系を舞台に勢力を争う SF リアルタイムストラテジー。プレイヤーは特徴のある3つの種族から1つを選択し、指導者となり種族を導いていく。惑星の入植や星系の探索、防衛などを行いつつ、様々なテクノロジーを研究し、強力な宇宙戦艦を建造して銀河の覇権を手に入れる。わかりやすいイメージだと宇宙版シビラゼーションのようなものですかね。ただ単に軍事力を強化するだけではなく、自国の文化を広めていかなければならないなど、軍事、内政、外交がシンプルながらもバランスよく作られている作品。2012年リリースとほぼ10年前の作品ですけども、未だにアップデートが行われて、そういった面でも評価のいい作品なんですかね。シンズ・オブ・ソーラー・エンパイア・リベリオンは非常に好評な日本語対応の作品です。フォールト2013年8月9日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。2224件中 94% の方が高評価。フォロワー数は16443人。価格は1480円が666円の 55% オフ。シリーズ累計50万本突破の王道ファンタジービジュアルノベル。物語の舞台はマナクラフトと呼ばれる魔法技術が発達したルゼルハイド王国。ある日正体不明の敵から襲撃を受け、ルゼルハイド城は燃え落ちる。なんとか城から逃げ延びたルゼルハイド国の姫セルフィーネとガーディアンのリトナ。窮地に陥った2人は瞬間移動系のマナクラフトを発動し、間一髪離脱に成功する。しかし移動した先は予定していたシェルターではなくアウターポールと呼ばれる世界の裏側だった。アウターポールでは魔法技術のマナクラフトではなく科学と呼ばれる未知なる技術が発達した世界だった。この未知の世界にやってきてしまった2人があらゆる混乱を乗り越えルゼルハイドへ戻る旅路が描かれる作品。本作の続編にあたるポールとマイルストーン2ジョーもセールの対象となっています。また続編の最新作ポールとマイルストーン2ゲーが9月に発売予定なのでプロモーション的な意図もあるかもしれませんね。体験版もあるのでご興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。ポールとマイルストーン1は非常に好評な日本語対応の作品です。マイメモリー・オブ・アス私たちの記憶2018年10月9日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。354件中 93% の方が高評価。フォロワー数は5310人。価格は1890円が378円の 80% オフ。ポーランドで起きたユダヤ人迫害の歴史をモデルとして描かれたパズルアドベンチャー。物語は語り手となる老人が少年時代に巻き込まれたある事件の回想をするところから始まる。
老人は少年時代に偶然出会った少女と意気投合し、共に笑いながら楽しく日々を過ごす。しかしロボットの襲来により街を占領され、恐ろしい状況に陥ってしまう。市民は分別され、家から追い出され、封鎖された巨大な壁の中での生活を強いられる。隠密行動が得意な少年と素早い移動が可能な少女は、お互いに異なる能力を使ってこの支配から逃れるために進み出す。全編白黒で描かれる中で唯一赤を際立たせるグラフィックは、本作と同じくユダヤ人の迫害をテーマにして描いた映画「シンドラのリスト」を彷彿とさせますね。歴史的事実を暗喩として描いた社会的な作品、マイメモリー・オブ・アス、私たちの記憶。非常に好評な日本語対応の作品です。アサシンクリード・オデッセイ。2018年10月6日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評。92,691 件中 89% の方が高評価。フォロワー数は27万8084人。価格は9240円が2310円の 75% オフ。アサシンクリードシリーズのメインシリーズ11作目の作品。物語の舞台は紀元前5世紀のギリシャ。スパルタとアテナイの間で繰り広げられるペロポネソス戦争の最中、主人公はレオニダス将軍の血を引くスパルタ人の傭兵。ちなみに主人公の性別は男女の選択が可能です。物語が始まるのは片田舎の小さな島ケファロニア島。傭兵として日銭を稼いでいた主人公のもとに怪しい人物から仕事を依頼される。その仕事とは、あるスパルタの将軍を暗殺すること。これをきっかけにスパルタとアテナイの戦争、そしてギリシャ全土を覆う恐ろしい陰謀との戦いに巻き込まれていくといったストーリー。ゲームシステムは三人称視点のオープンワールドアクション。広大な古代ギリシャの様々な移動手段を使い、各地でミッションをこなしていく。ゲームボリュームが多くてかなり長く遊べる作品。また他のアサシンクリードシリーズもセールの対象となっているのでチェックしてみてください。アサシンクリードオデッセイは非常に好評な日本語対応の作品です。ファントムアビス。2021年6月22日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評。1234件中 87% の方が高評価。フォロワー数は 15,923 人。価格は2570円が1927円の 25% オフ。一人称視点の遺跡探索アクション。自動生成されるダンジョンの最深部にあるお宝リリックを求めて、大量のトラップが仕掛けられたダンジョンをジャンプとムチを使って進んでいく。本作の特徴は非同期マルチシステム。プレイヤーが死亡した場合、その魂は寺院に囚われ幻影が見えること。これにより死亡したプレイヤーが道しるべになってくれるので、危険な罠や難所突破のヒントとして機能するみたいです。しかしこれだけではなく、本作は競争的な要素が含まれており、一度挑戦したダンジョンはもう二度と挑戦できないこと。ダンジョンには伝説級のレリックが存在し、誰かが手に入れるとそのダンジョンは伝説級レリックを手に入れた人以外立ち入れなくなってしまう。過去の亡霊を見ながら安全に進むのか、危険を冒してでもいち早くレリックを手に入れるため進むのか、一発勝負の手に汗握るアクションゲーム。またダンジョンの途中でも手に入れたお宝を祭壇に捧げることで能力のアップグレードも可能。ダブルジャンプや無知の長さが延長されたり、ダンジョン攻略の手助けになりますね。トラップだらけの危険なダンジョンを死亡せずに誰よりも早く最深部のお宝を手に入れるか競う遺跡探索アクション。ファントムアビスは非常に好評な日本語対応の作品です。スルー・ザ・ダーケスト・オブ・タイムズ。2020年1月31日リリース、日本語対応の作品です。評価は非常に好評。444件中 87% の方が高評価。フォロワー数は6786人。価格は1600円が960円の 40% オフ。1933年のベルリンを舞台にナチス政権とレジスタンスの戦いを描く男性ストラテジー。本作はヒトラーがドイツの首相に就任した1933年から第二次世界大戦でドイツが無条件降伏をする1945年まで4つのチャプターで描いた史実に基づく単性ストラテジー。プレイヤーはベルリンに拠点を置く小さなレジスタンスグループのリーダーとなり、メンバーと共に反政府活動を行っていく。スローガンの落書きやチラシ配りなどのミッションをこなし、大衆にナチス政権の非道を知らしめ、一人でも多くの人々を救う。レジスタンスのモラルや金銭面をうまく管理しつつ、ゲスタボと呼ばれる秘密警察の監視をかいくぐり活動を続けていくシミュレーション的な要素もあります。
フィルム調のセピアな色彩、ジャズ風の BGM、歴史的背景を丁寧に描くストーリー、スルー・ザ・ダーケスト・オブ・タイムズは非常に好評な日本語対応の作品です。Not Tonight、2018年8月17日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。1180件中 85% の方が高評価。フォロワー数は 15,151 人。価格は2050円が1025円の 50% オフ。EU 脱退後のディストピアと化したイギリスを舞台にバウンサーとして生きるシミュレーション RPG。用心棒的なイメージが強いバウンサーですが、本作は上司から与えられた確認事項に沿ってバーやクラブの店先でお客が出す ID やチケットを確認し、入場者の ID やチケットが偽造なのかまたは別人なのかを見分けていく。またその人物の素性なのも確認する。皆さんイメージされていると思いますが、入国管理省ペーパーズプリーズに強く影響を受けた作品です。プレイヤーは崩壊寸前のイギリスで生き延びるため期間を定めどう行動するか決断しなければならない。自分自身の将来を見据え稼いだお金でアパートや装備品をアップグレードして来たる日に備えていく。政府から与えられた仕事をひっそりとこなして生活していくのか、またはレジスタンスに加わり政府に対抗するのか、決断はあなた次第です。Not Tonightは非常に好評な日本語対応の作品です。スナイパーゴーストウォリアーコントラクト2、2021年6月5日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。2549件中 83% の方が高評価。フォロワー数は 32,562 人。価格は4100円が3075円の 25% オフ。狙撃に特化した一人称視点のスナイパーアクション。累計1100万本以上を売り上げる人気スナイパーシューター。最高峰の狙撃体験を楽しむことができます。プレイヤーはレバノンとシリアの国境にある砂漠地帯でスナイパーレイブンとなり様々なターゲットを仕留めるミッションに挑むといった内容。重力や風の影響を受けて曲がる弾道を考慮し、用途に合わせて異なるタイプの銃弾を利用するなど臨機応変の戦略が求められる本格的なゲームシステム。 1000m 超えの長距離マップが多く収録されており、最高峰のスナイパー体験が楽しめる作品です。スナイパーゴーストウォリアーコントラクト2は非常に好評な日本語対応の作品です。アウト・オブ・スペース、2020年2月26日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。980件中 80% の方が高評価。フォロワー数は9427人。価格は1520円が912円の 40% オフ。最大4人でプレイできる宇宙船お掃除パーティーゲーム。ある宇宙船に引っ越してきた主人公たちがお部屋やエイリアンが繁殖しつつある部屋を片っ端から掃除して快適な居住空間を目指すといったゲーム。宇宙船内をくまなく掃除して各部屋に設置されている電源ポイントに電力を供給することが目的。掃除したゴミはリサイクルすることで資源に変えることができ、バッテリーを購入して各部屋に電力を供給する。またキャラクターは空腹や疲れなどの欲求が存在し、適度に食事や睡眠をとらせ管理しなければならない。Steam のレビューでもやることが多いのでソロでは難易度が高めな印象です。オーバークックシリーズのようにみんなでワイワイできるパーティーゲームとしては申し分ない作品とのこと。アウト・オブ・スペースは非常に好評な日本語対応の作品です。はい、今回は Steam の1週間限定セールで高評価な作品をピックアップしていきました。1週間限定セールの期間は8月24日から31日までとなっております。今回はアサシンクリードシリーズもね、最安値、Steam 最安値ですね。最近リリースされたファントムアビスやスナイパーゴーストウォリアーコントラクト2なんかも良さそうですね。1週間限定セールだけで1166本の作品が対象となっているので、今回紹介した以外の作品もチェックしてみてはいかがでしょうか。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日ありますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。